よみなさよ、シュウセミだ。本日なんですけど、本日は効果を感じたサンクリーム編日焼け止めの方を皆さんの方にご紹介できればなと思っております。それでは早速行ってみましょう。本日もご視聴ありがとうございます。本日は日焼け止め編ですね。効果を感じた日焼け止めなんですけども、サンクリームね、皆さんの方にご紹介できればなと思ってるんですけど、まずはね、サンクリームなんですけども、僕のね、ちょっと思いっていうか熱をね、皆さんの方にまず最初にささっとご紹介できればなと思ってるんですけど、サンクリームめちゃくちゃ大事です。僕ね、スキンケアの中で一番サンクリーム大事だと思っていて、一番持ってるんですよ。なので今回ね、ちょっと個数が多いっていうところで、厳選したんですけども、今回ご紹介する商品もごく一部なんですけども、持ってる中の一軍っていうところを皆さんの方にねご紹介できればなと思ってるんですけども、サンクリームだけね使っておけば、基本的には肌老化を抑えられるので、サンクリームはね結構僕大事にしていて、基本的に僕はスキンケアサンクリームだけ終わらせて肌綺麗に見せたい、美肌、赤ちゃん肌みたいに見せたいと思ってるので、あとツヤ肌とかね、そこら辺がね作りやすいサンクリームっていうのを今回はご紹介したいなと思って、僕が使ってる商品なんですけども、使用感とかそこら辺を皆さんの方にご紹介できればなと思っております。成分の方はね、今回もちょっとね省かせてもらうんですけども、どういう用途で使ってるとか、どういう時に使ってるとかっていうのを皆さんの方にご紹介できればなと思っております。はい、早速なんですけども、1つ目いきたいなと思いますね。1つ目はこちらですね。 DBH のこちらのサンクリームなんですけど、こちらはね、ハリウッドスターが使ってるっていうのでかなり有名になったものだったりするんですけども、一応ねメイドインコリアなんですよ。はい、こんな感じになっております。SPF47 PA3 プラスなんですけども、SPF50 とかよりちょっと低い、珍しい47だったりするんですけど、こちらがちょっとね、白浮き若干するんですけど、あとはツヤ感とか保湿、かなり保湿されるので大好きで使っておりますね。こちらも一年中使いやすいので一年中使っております。特に冬の時は使うことが多いんですけど、夏でも使いやすいテクスチャーになっているので僕は大好きで使っております。はい、保湿気にされてる方とかはこちらいいんじゃないかなと思いますね。あと SPF50 がどうしても嫌だとかね、あと PA4 プラスとかが嫌だっていう方はこちら SPF47 の PA3 プラスなんですけど、こちらでもいいのかなとは思っております。基本的にね、韓国の考えだと SPF50 使うのが当たり前だったりして、それ以外はサンクリームとして見なさないみたいなね、お国柄みたいなのがあったりするので、なので47だったらギリ使っても大丈夫かなっていうところで使ってる感じですね。ベースクリームとかも合わせてなんか探されてる方は非常におすすめかなと思いますね。はい、こちらでなります。はい、で次になりますね。はい、次の商品はこちらになりますね。セタピルのこちらのサンクリームなんですけども、 SPF50 プラスですね。こちらかなりツヤ肌にしてくれて、ちょっとペタペタ感はあるんですけども、僕は大好きで使っております。この日焼け止めはちゃんとね記載されてるんですけども、このサンクリームを塗ってから20分間は日に当たらないでくださいって書いてあるんですけども、ちゃんとしたクリームっていうのはこういうふうに記載されてるんですよ。韓国のクリームって割と記載されてるものが多いんですけども、日本のサンクリームとか見ると割とちょっと記載されてないものが多いなって印象だったりするんですけど、基本的には全部なんですけど、サンクリームって塗ったら20分間日に当たらない方がいいです。逆にね肌に良くないので逆効果になるので、基本的には記載されてるんですけど、ないものとかも結構見るんですよね。なんで記載しないのかなってちょっとそこら辺僕は謎だったりするんですけども、こちらはねかなり潤わせてくれます。こちらも冬でも夏の時期でも乾燥しちゃうって方は非常におすすめかなと思いますね。特に冬の時期とかはかなり使っております。もう本当に乾燥しないので大好きですね。皮膚科コスメとかで皮膚科でも使ってるので、かなりレギュラーで使ってる感じですね。1年ずつ使いやすいので使っております。ちょっと夏の時期はこんなに潤い感はいらないかなっていう方もいらっしゃるかなって感じであるんですけども、そんな感じでこのサンクリームも超絶いいです。はい、で次の商品になりますね。次の商品はこちらになりますね。スキン104のサンクリームなんですけども、トーンアップしてくれるサンクリームですね。スキン104のサンクリームはどれも優れてるんですけど、トーンアップさせたくてツヤ肌になりたくてっていうのが肌作りの一番めがけてるところなので、それを叶えてくれるこちらのトーンアップクリームですね。でトーンアップクリームって、その人の肌のトーンに合うか合わないかにもよってくるので、一概にはこれがトーンがいいですよとか言えないんですけども、僕の肌のトーンには非常に合ってて、どちらかといったら肌が白い方とかは合うのかなって感じの印象ですね。こんな感じで僕ちょっとね肌がね結構白目なので、あと皮膚とかが薄いので
そういう方は非常におすすめかなと思いますね。スキン104はマダガスカルのマデカ使っていて、そのマダガスカルのねマデカを取る時に刃物を使わないで取るっていう成分にもしっかりに向き合ってて、その成分を取る人たちもピッカーっていうカードを渡して、ちゃんとあなたは成分を取っていいですよっていうね認定もね、そういうカードを渡してるっていうので、ちゃんと成分に対してもしっかり向き合ってる会社メーカーだったりするので、そういうところもね大好きで、スキン104のね商品は結構大好きで使っております。であとねいろんなね国行ってもスキン104のね商品って必ずあるんですよね。イギリスだったりとか、この間はシドニーとかね、オーストラリアとか、あとはタイ、ベトナムとか、香港とか、どこ行ってもねあるので、スキン104ってやっぱりね気温がどの気温でも使いやすいように作られてるなっていう感じですね。なので、そこら辺も一年中あと使いやすいっていうところもなってるところかなと思いますね。かなりこのツヤ感大好きで使っております。はい、で次の商品ですね。次はこちらですね。ドクター G のサンクリームなんですけども、こちらも SPF50 プラスの PA4 プラスになりますね。こちらは韓国でも薬剤師さんがおすすめする、成分がいいサンクリームとしておすすめされているものなんですけども、こちらもね長くもう出てる商品なんですけども、かなりもうずっと人気の商品ですよね。ドクター G はね、韓国の皮膚科の先生が作ってるっていうの、韓国は大体そうかな、皮膚科の先生が作ってるものが多かったりするんですけども、韓国コスメの走りだったりしますよね。このドクター G っていうメーカーが、ドクター G だったりとか、ドクタージャルトだったりとか、最近ドクタージャルトねあんまり聞かないんですけども、日本とかでどうですかね、聞かないような感じがするんですけども、韓国でも結構有名だったりするんですけども、ドクター G とか、ドクター JAL とかっていうのは、韓国コスメの走りだったりする中でかなりこれ支持されてるので、このサンクリームね何種類かあるんですけど、その中でも成分推しとしてはこちらかなりおすすめですね。薬剤師さんもねこちらをおすすめしてるっていうのがあるので、成分が非常にいいっていうところで使ってる方がかなり韓国国内でも多い、トーンアップとかはされないんですけども、サンクリームの若干のトーンアップはされるかなっていう感じですね。ベースクリームとしても使いやすいのでかなりおすすめになってきております。夏のベースクリームとしてはかなりおすすめなサンクリームかなと思いますね。はい、こちらになりますね。はい、で次がこちらになりますね。アナのサンクリームなんですけども、こちらも SPF50 プラスの PA4 プラスになりますね。こちらが潤わせてくれて、保湿クリームにちょっと近いような感じかな。なので保湿させてサンクリーム使いたいという方はかなりおすすめかなと思います。あとさっぱり使えるのでこちらも非常におすすめですね。アナもね湿性肌の方も使いやすいテクスチャになっているし、保湿もさせたい方も使いやすいテクスチャになっているので、保湿プラスサンクリームみたいな感じでおすすめですね。ベースクリームとしても使えるので非常にいいです。トーンアップとかはされないです。なので、保湿とサンケアとして使うクリームとして使っていただければと思います。こちらもねかなり使ってるなって感じですね。で一年中使えるんですけど、冬はちょっとね保湿足らないかなと思うので、夏の保湿に合ってるサンクリームになります。はい、で次になりますね。次がこちらですね。セリマックスのクリームなんですけど、こちらは SPF50 プラスの PA4 プラスになりますね。こちらはオイルコントロールしてくれるので、湿性肌の方とかは非常におすすめかなと思いますね。そこまで潤わせてくれない感じなので、このサンクリームの前に、美容液とか保湿クリームとかでしっかり潤わせて、こちらでオイルコントロールするっていうのが非常におすすめな方法になってて、僕もそのような使い方をしてるんですけども、化粧する時とかはかなりおすすめなクリームになってるので、化粧する時とかは僕はこちらの方を使っておりますね。pH バランスも整えてくれたりするので一年中使えるサンクリームになるので、こちらは化粧する方におすすめなクリームかなって感じですね。化粧する時に僕は使っております。はい、で次になりますね。次がこちらになります。コスアレックスのサンクリームですね。SPF50 の PA4 プラスになりますね。こちらは夏の時期に使っておりますね。ウルトラライトクリームって書いてあるんですけど、全然ウルトラライトクリームじゃないですよね。ウルトラ保湿クリームって感じがする感じでございます。こちらと似たようなクリームだとスキン104のセラムのクリームがあるんですけど、そちらとちょっと似てる感じなんですけど、そちらのセラムのスキン104のセラムの方がさっぱり使える。こちらはスキン104よりちょっと潤いがあるので、潤いを与えたい方はこちらはおすすめかなと思いますね。であと若干のツヤ感もあるのでおすすめです。夏に使います。冬は使わないですって感じのクリームになります。これからの季節はねかなり使いやすいクリームになっているので、こちらをね持っておいて
非常にいいかなっていうクリームですね。あとコスアレックスは、肌綺麗な方、特に女性の方使ってる方かなり多いので、夏の時期使ってる方これすごく多いですよ。僕今これ使ってるのが多いかなって感じですね。ベースで。はい。で次になります。次の商品がこちらですね。あのサンクリームなんですけど、でこちらなんですけども、先ほどねこちらご紹介したこちらのアニアのサンクリームよりこちらの方が潤います。なのでより潤わせたい時はこちらのクリームを使ってる感じです。こちらがねアナの中では使いやすいサンクリームかなって感じですね。成分も非常に良かったりするので、こちらもこの時期かなり使いやすいテクスチャーになってるかな。でもこちらより潤い感そんなにいらないって方はこちらのクリームでもいいんですけど、基本的にアロアのクリーム潤い感結構あったりするので、夏だともしかしたらこっちの方が向いてるかもしれないんですけど、若干潤わせたいって方はこっちの方がいいかなって感じです。はい、アナのクリームですね。はい、で次になります。次がこちらになります。テラロジックのクリームになりますね。B5 の入ってるクリームになるんですけど、こちらが SPF50 プラスの PA4 プラスになりますね。ビーガンの商品になりますね。こちらはトーンアップしてくれるので、そのトーンがちょっと白いんですよ。なので、合わない方もしかしたら結構多いかなって印象ですね。でも僕結構使ってるんですけど、化粧する時とかこちらを使ってるので、トーンも非常にナチュラルなトーンなのでおすすめですね。肌白い方に合うかな。日焼けしてる方はちょっと合わないかなと思いますので、肌白い方っていうのはこちらのクリームを使うのをおすすめします。あとテラロジックは皮膚科の先生が作ったメーカーで、最近日本でローンチされたので、韓国内では非常に有名な商品だったりするんですけども、最近では日本でローンチされたメーカーとして、勢いがあるメーカーだったりするので、皮膚科コスメ使ってみたい方はこちら使ってみるのをおすすめいたします。はい、で次の商品はこちらですね。ブエノのサンクリームなんですけども、歯科が入ってるサンクリームですよね。ブエノってそんなにめちゃくちゃ有名なメーカーじゃないんですけど、ここねちょっと書いてあるんですけど、ここ見るだけで成分めちゃくちゃ入ってるんですよ。ブエノね成分超絶いいので、成分推しのサンクリーム使いたいって方は非常におすすめですね。であと、入ってる成分なんですけども、グリーンティーだったりとか、マデカとかシアバターとかティースリーオイルとかオリーブオイルとか、いろいろ入ってるんですよ。まだまだ入ってるんですけども、この成分が超絶いいので、しっかり潤わせてくれていいサンクリーム使いたいって方はこちら非常におすすめかなと思いますね。夏の時期も使いやすくて、あと一年中使いやすいこちらは。ブエノってそんなに広告かけないんですよね。そんなに広告っていうか全然広告かけないんですよね。あとブエノって確か大学の研究所と協力して作ってるメーカーだったと思うんですよ確か。なのでその成分に対しての作り方っていうのが学校と作ってるから、そこら辺がねやっぱ成分がいいところかなと思いますね。であとこちらの確かね作った創業の会社の方なんですけど、確かね農畜業とかなんかそんな感じをやってたと思うんですよね。それで韓国コスメみたいなところにちょっとね何かのタイミングでたどり着いて、作ろうっていうところで大学のところとチームを組んで作ってるっていう、確かそんな感じだったと思います。はい、なのでそういうところで成分のところは非常にねいいっていうところなんですよね。はい、で次になりますね。はい、次の商品はアナのサンクリームですね。 SPF50 プラスの PA4 プラスになります。こちらもねピーチのもので話題になったものだったりするんですけど、アナのね商品ね非常に使いやすいっていうので非常に使ってる方は非常に多いかなと思うんですけども、こちらもねトーンアップしてくれるっていうので非常にそのトーンも大好きで使っておりますね。結構僕ねサンクリームでトーンアップクリームのサンクリーム買うことがめちゃくちゃ多いんですよ。もうほぼそうだと思うんですけど、そのトーンがね自分に合ってるかっていうね、そこが結構大事になってくるので僕は使ってるんですけど、このピーチのやつもね非常に僕のトーンに合ってるので、肌白い方っていう方は非常におすすめかなと思いますね。あとツヤ感も非常に良かったりするので、成分はねそんなにめちゃくちゃいいですよって感じじゃないんですけど、このツヤ感がいいので非常におすすめなサンクリームになっております。化粧の前のベースとしてもそのトーンが非常にいいのでおすすめになります。次の商品はこちらですね。ネオゲンのサンクリームなんですけど、こちらがサンクリームだと思わないぐらいのテクスチャーなんですよ。でこちらが SPF50 プラスの PA4 プラスですね。こちらがねもうねサンクリームと思わないね、もう本当にね
美容液セラムのテクスチャなんですよ。こういうテクスチャ今までちょっとあんまなかったっていうなので、かなり使いやすい。むしろねこれ1本だけでいいと思いますよっていうぐらいのサンクリームの出来上がりだと思います。もちろん保湿だったりとか美容液だったりとか必要だったりするんですけど、特にね男性の方ってね全部いろいろ塗るの面倒くさいって方多いかと思うんですよ。そういう方だったらこれ1本でいいかなと思いますので、多分このテクスチャはね誰も嫌じゃないかなと思います。一つ気になるところはちょっとね油分がある感じの人は難しいかなって感じの、ちょっとね時間が経つとツヤ感がちょっと気になるかなって感じの方はいらっしゃるかと思います。僕はねそのツヤ感が大好きなので、6時間ぐらいにちょっとね抑えることが必要な方もいらっしゃるかなと思います。そこを踏まえても僕は大好きで使っておりますね。であとはライムの香り、柑橘系の香りがするので、ライムの香りとかが嫌いだっていうね、その柑橘系の香りが嫌いだって方はもう全然合わないと思うんですけど、そういう方っていうのもなかなか少ないかなと思うので、作ってきたネオゲンかなと思うんですけど、使用感とかツヤ感とか、そこら辺は踏まえると最近かなりいいサンクリームかなっていうところの一つですよね。こちらそんな感じになります。はい、そんな感じでねいくつかご紹介させてもらったんですけど、このね10倍ぐらいはサンクリームあるんですよ。いろいろ使っていて、1回使ってちょっと使わなくなったものとかも結構あったりするんですけども、一度使って使い分けてる商品が今回の商品になるんですけど、日々ねアップデートしていったりするので、ずっとサンクリームは僕はずっとね毎月何本も新しいものを使ったりとかしてるので、その中でツヤ感だったりとか保湿感だったりとか、そういうところをちょっとね自分に合うものを探してって今ちょっと一軍のサンクリームかなって感じでございます。なのでちょっとね9点の目変わりは終わっちゃったんですけども、この後メガボもあったりして、またさらにね3ヶ月後はメガ変わりがあったりして、その間にはねいろいろねタイムセールとかあったりするので、購入の参考にしていただければと思います。最近だと9点で買った方がね金額があまり変わらないっていうのもあったりするので、そこら辺はね今回の商品下の概要欄の方にねあるものは全部載せときますので、そちらも合わせて見ていただければと思います。なんか分からないことありましたら下のコメント欄の方にコメントいただければと思います。はい、今回も最後まで見ていただきありがとうございました。今回の動画がいいねと思いましたら高評価、チャンネル登録よろしくお願いいたします。それではまた次回の動画でお会いいたしましょう。じゃあね、アニョン。